中小狼狽で始まった商売も1年が過ぎた。仕入れ資金や人件費などの経費を差し引いても、わずかながら利益が出るようになっていた。高明は6歳になり、まだ母親に甘えたい年頃であったが、忙しい母親を何とか助けようと、小さいながらも毎日、妹、亜美の面倒を見ていた。未だに亜美が泣き出せば、かわいそうと一緒に泣いてしまう高明であったが、それでもそんな我が子の優しさを、久美は母として誇りに感じていた。亜美は相変わらず、神経質で手の焼ける子供であったが、最近では、高明の会話に反応して、笑顔を見せるようになった。忙しい二人にとって、そんな子供たちの成長だけが、唯一の財産であり、支えでもあった。普段は仕事に追われ、子供と接する余裕もなかったが、その分、休日ともなると、決まって子供たちを連れ立って、郊外に出かけていった。お母ちゃん、それ僕に代わって。僕がベビーカーを押してあげる。動物園の入り口で高明が妹の世話に名乗りを上げた。たかしさん、見て。兄、あんなに笑うようになったわ。神経質で泣いてばかりいた亜美も、ベビーカーを押す兄を見て、ケタケタと笑うようになった。お母ちゃん、亜美、また笑っとう。高明が押してくれとうから、兄、喜んどうねんで。よーし、ブーン。そう言われた高明は、ますます張り切ってベビーカーを力強く走らせた。おい、高明、ゆっくり押さなあかんぞ。お父ちゃん、大丈夫？ゾウさんのところまで。先に進んだ高明が振り返って返事をした。亜美、俺がゾウさんやで。ほら、お花が長いゾウさん。亜美はしかめっ面で両手をバタバタとし始めた。たかしさん、あれ見て。兄、喜んでんのか怖がってんのか、わからへんな。ほんまやな。二人は子供たちの仲睦まじい光景に癒されながら、元気で健やかに成長していく我が子の姿に心から安堵していた。しかし、そんなわずかな幸せをかみしめている二人の背後に、暗雲の兆しが立ち込め始めた。1970年代に入ると、ラジオの IC 化が進み、海外生産が加速していった。大手音響会社である親会社の製品も、海外製品にとって変わり始めると、高志の商売の風向きは一転し、順調に売り上げを伸ばしていた工場の経営も苦しくなった。高志は毎日金策に追われるようになり、従業員の給与の支払いもままならなくなってきた。そして数ヶ月後、煽りを受けた親会社は倒産してしまったのだ。定期的な受注に備えていた大量の仕入れの代金も回収できず、手元には部品の在庫と銀行から借りた借金だけが残った。そんな時、高志の状況を心配していた軍人時代の同期から、警察無線の仕事をしないかと連絡が来た。
実は仕事の斡旋はこれが初めてではない。すでに航空会社で地位を固めた別の同期からは、優秀だった高志を特別待遇で引き入れようとしたが、商売を成功させたいと断ってきた。陸軍学校を卒業した者たちには、俗に言う天下り先のような受け皿がたくさんあった。復員後、ほとんどの同期は、そのままスライドするように、警察や航空会社に就職し、出世の王道を歩んでいったが、高志だけは、あえてその職に就かなかった。おいおい草か、いつまでそんなこと繰り返すんや。友坂はな、お前が部下の掌握にも長けとうから、課長クラスで引き入れようとしたんや。そのうちほっといてもすぐに出世できるというのに、お前が上司になるのが嫌や言うて断るから、友坂も首かしげとったぞ。まあお前らしいが、あいつも諦めきれんで。そんなに嫌なら、まずは下っ端の管制官からどうや言うのも断ったらしいな。はあ、もう俺らには、お前が理解できん。なんでや。なんでわざわざ苦労する道選ぶんや。もうその商売も、今が潮時とちゃうか。そろそろ腹決めろよ。そうやな。確かに潮時かもな。そやけど悪いが、俺はやっぱり、そういう仕事はやらんと決めとう。まったく、強情なやつやな。待遇給料、申し分ないし、なんでや。お前みたいな優秀なやつが、そんなしょうもない仕事してるのが、皆ようわからん言うとうぞ。ええか草か、今はお前だけ違うんや。死んだもんにいつまでも義理立てしてどうするや。そのうち奥さんも子供も路頭に迷うぞ。これが最後の誘いや。俺もこれ以上は待てん。よく考えろ。入れ替わり立ち替わり、心配してやってくる同期の誘いに、高志は決して首を縦に振ろうとはしなかった。草か、明日は頼むぞ。同期の本田は高志と同郷で一番仲が良かった。なんだ、急に。とうとう潮時だ。明日の朝、俺は登場することになったよ。なんでお前が。搭乗予定のやつがマラリアにやられたらしい。それに明日の任務は、かなり際どいところを攻める作戦だ。まあ、それで優秀な俺様に白羽の矢が立ったってことさ。お前の情報頼りにしてるからな。本田はすがすがしい笑顔でそう語った。そうか。なんて顔してんだ。もっと華々しく送り出してくれよ。そうだな。高志はそれ以上言い出せなかった。戦争が終わったら一緒に帰ろう。そう誓った仲間だ。敗戦の二文字が色濃くなりつつある時期の死に戦。片道燃料の特攻機。二度と戻ることはない。翌朝、高志たちの部隊に最後の敬礼を終え、本田は特攻機へ乗り込んでいった。
高志の部隊も、すぐにそれぞれの配置についた。ほどなく、敵機が近づいてきた。地上無線からの情報を頼りに、ホンダが乗った特攻機は、正確に敵機を捉え、凄まじい勢いで突っ込んでいった。ホンダ高志は思わず大声を上げて叫んだ。やがて、敵機もろとも上空で激しく炎上し、黒煙に包まれながら、海へ墜落した。軍隊長、大丈夫ですか？すまん、一旦撤収して、次のポイントに移動だ。準備してくれ。ホンダの命は、目の前で、儚く散っていった。任務とはいえ、互いの夢を語り、この先の未来を志高く、目を輝かせて語っていた仲間を、敵機と遭遇させた。ホンダだけではない。多くの若者たちには、生きるべき未来があった。どんな理由があろうとも、その一任を担い、無駄死にさせた積年の思いは、高志から一生消えることはなかった。結局、高志は、同期の誘いをすべて断った。